ノットコンベンショナルっていうブランド名が一応直訳すると、従来型ではないっていう意味になるんですけど、昔から変わらずにあるトラッドワークミリタリースポーツっていう、ファッションをもとにそのさまざまなカルチャーを融合させて、そういった自由っていうところを、ジェンダーレスファッションとして提案しているブランドになります。私がもともともうこちらに入社した時にはもうノットコンベンショナルっていうのはもうモードのブランドで発信はしてたんですけど、デザイナー曰く昔うちのブランドが古着をやってまして、そういう市場がちょっと狭いので、もう少しちょっと広げたいっていうので、モードにちょっと参入したような形になります。古着とか、ちょこっと多分リメイクとかもやってたとは思うんですけど、もう本当にアメリカとかヨーロッパの方とかで全て買い付けした古着を、うちの店舗で、昔はまた全然ブランド名が違ってたんですけど、それでやってたみたいな感じですね。ジェンダーレスなアイテムが多くて、もう男性でも女性でもない、もう本当ユニセックスなアイテムが多くて、基本白黒のアイテムで展開してまして、サイズも一応フリーサイズで、着る人によってなんか見え方が変わるような提案っていう形でやっております。でそれが一応メインはオリジナルなんですけど、あとプラスで古着のリメイクだったりとか、あとはもう普通にベーシックな古着ですねっていうのを取り扱ってまして、ベーシックな古着って言っても結構モードに相性のいいような、古着とかも取り扱いをしてます。結構幅広く、本当年代は揃えてまして、本当ヴィンテージのものだったりとか、ファッションとして、本当にもう価値のないもの、今とかだったらサスティナブルとか、もう言葉があるように、本当に年にもう何万トンも多分捨てられてるとは思うんですけど、そういうちょっと価値のない古着も一応リメイクしたりとかして、本当ファッションとしてまた新しく提案してるような感じで、そういうのも結構買い付けでやってるので、もうジャンルレスみたいな感じありますね。はい。お店の一番の特徴はやっぱりノットは本当にモードなんで、やっぱお客様の第一印象的にはすごいやっぱ高いブランドに感じられる方が多くて、でも意外と値段がハイブランドとかよりかは全然手に取りやすいような価格帯になってまして、本当モードを始めたい方でもちょっと背伸びすれば買えてしまうぐらいのアイテムが多いので、モードを始めやすいっていうのは一番特徴じゃないかなとは思います。アイテム一つ一つにスポットは当たるようにはしてるんですけど、外からの見え方だったりとかも意識して、外にはちょっとアンティーク調の電気ですね。もうモードにこういうアンティーク調の電球ってあんまりなんかないかなっていう感じはあるんで、ノットっぽさみたいなのは多分あるのかなとは思いますね。ノットコンベンショナルはもうメインでモードのアイテムが多くて、その中でもやっぱお客様に常に愛されているのがこちらの袴パンツになりますね。一応これがうちの自社の方で生地をお作りしているような感じになります。 TR 生地って言って、ポリエステルとレーヨン配合したやつなんですけど、これがなんで人気かっていうと、まずうちのブランドができた当初から5年目になるんですけど、もうそれまでに 4,5 回ぐらいアップデートして、お客様の直接的なお声を聞きながら本当によりいいシルエットに変えてるっていうような感じになります。もともとはフリーサイズで一応展開してたんですけど、お客様の結構年齢層だったりとか、もう客層も本当にいろいろな層が増えたので、もうサイズも
一応展開することになって、女性サイズ男性サイズぐらいまで幅広く着れるぐらいの丈感にはしております。結構ハイブランドの多分アイテムとかだったらクリーニングに行かなきゃいけないとかもう結構あるとは思うんですけど、そういうランニングコストっていうんですかね、なんかそういうのがやっぱあまりかからないので、日常的にやっぱ使いやすいようなアイテムになってるかなと思います。あとはプラスで一応オールシーズンで着用できるので、本当シーズン問わず使っていただけるかなと思います。1年ぐらいしっかり販売っていうところを学んでからやっとデザイナーになれたみたいな感じですかね。モードって言ったら怖いイメージを持たれるお客様が多くて、そういったお客様でも気軽にアイテムを見てほしいっていうのがあるので、入りはすごいもうフレンドリーな感じで、もともと自分がもうちょっとなんか怖く見られがちな部分もあるので、もう本当に自分の元のやっぱ人柄を生かした接客は常に心がけてやってます。すごい僕もう小さい頃からいろいろ将来のことを考えることが多くて、もともと私が高校の時はもう芸術もう一本で学んでました。出身が大分の方になるんですけど、大分の、高校でもう美術系をずっとやって、もう将来は油絵とか油画が結構好きなので、そういう油絵で食っていきたいなっていうのはあったんですけど、いろいろ考えるにつれてやっぱり自分の今考えた時にこれじゃちょっと今稼げないかなと思って、やっぱデザイン系を志望したんですけど、その中でやっぱファッションに目覚める機会があって、そこから大学でファッションを学び出して、もう自分が行く道はもう本当ファッション一本だなっていうので、アパレルに一本道で行ったみたいな感じですかね。本格的にやっぱ目覚めたのは大学のある先輩とのやっぱ出会いですかね。もう本当にその頃は私は結構古着とかをよく着てたっていう感じで、カルチャーで買ってたっていうわけではないんですけど、もう本当にそのものを見て自分が好きなものを買い続けていたっていうような感じにはなるんですけど、ある日、先輩に、大阪の方にちょっと連れられて、いろいろモードのアイテムに触れる機会があって、その時にはもう全然僕は理解できなかったんですけど、真っ黒を着るっていうのはなんかわからないなっていう風にあったんですけど、そこからちょっと先輩にもうこういうのお前着てみろよみたいな感じで勧められて、ある時に意外となんかこういうのってしっくりくるなっていう風になってからが、本格的にモードを始めた、ファッションを本格的に目覚めたきっかけにはなりますね。はい、以前は別のアパレルで勤めていたんですけども、その前に北海道に住んでたので、東京に上京した際に今の店長の田代さん接客していただいて、そこでこのブランドの世界観だったりとか、田代さん自身の接客スタイルだったり、人の引き付け方だったりに自分が惹かれて、そこから接客も学びたいと思ったり、ブランドについてもっと知りたいと思ったのがきっかけですね。働いていて、個人の SNS だったりとか、うちは TikTok だったりインスタの媒体が割と数いたりするので、お客さんが来てくれたりとか SNS を見て来ましたっていうのを直接言ってもらえるのがやっぱり嬉しくて、そこで服をやっぱり買ってもらって喜んでもらったりとかで、お客様のインスタで載せてもらってハッシュタグだったりストーリーとかに載ってるのを見ると売っていて楽しいなっていうふうに思いますし、嬉しいです。こういうジャンル的なモードというジャンルなんですけども、その中でも他のブランドさんだったりお店よりかはお客様との距離が近いっていうのがやっぱりいい点なのかなっていうふうに思っていて、そこでうちは学生さんだったりとかもよく来ていただけるので、その学生さんとかとも距離がやはり近い方がお客様視点からしても購入しやすいのかなというふうに思っています。目標としてはやっぱ個人でインスタグラムだったり SNS の媒体で力をつけて、将来的に人の夢になるというか、トレンドを自分から発信できる人になりたいなと思っています。入ったきっかけはもともと高校3年生くらいの時にこちらのブランドを見つけて、で、服ももちろん好きだったんですけど、インスタグラムをフォローしてたりとか実店舗に実際に赴いてた時に、服もおしゃれだったし当時、それでここの店員さんがこれだけなんか喋りとかうまくておしゃれなのにどうしてここを選んだんだろうっていうのがすごいきっかけでありますね。
ファッションを好きになったきっかけがもともと母親に勧められてダンスやってたりとかして、その時にまあ大会の衣装とかあったんですけど、どんどん着ていくたびに好きになってって、で今に至りますね。主軸に置いてるのがモノトーンなので、ファッション初心者からファッション上級者の方まですごい使いやすいブランドだなって思うのと、あとはまあトップ3が全てフリーサイズの展開なんですけど、そちらの方がなんかシルエットとかも人それぞれ変わってくるので、すごい素直な服ばっかでいいブランドだなと思います。うちの店長の田代とかはすごいキリッとしてるのにお茶目だったりとか、最近入ってきたヒロムなんかはすごいブランド知識とかもあったりして、またうちのブランドってすごいモノトーンとか多いんですけど、古着とか使ったり小物でアクセントつけたりして、すごいなんかみんながみんな勉強になるような感じだと思いますね。僕の今後の目標は、ここで活躍しつつ自分でブランド作って独立したいなっていうのが目標にあります。ノットコンベンショナルは今後もっともっと大きくしていきたいなとは思ってるんですけど、その一つのプロジェクトとして今5月1日から大阪店っていうのができたような感じにはなるんですけど、もっともっとこうファッション好きな人、もう本当に自由にファッションを楽しみたい人をもうたくさん呼んでいきたいな、プラスでリアニメーションっていう古着のリメイクだったりとかも本当にベーシックな古着を取り扱っているブランドもできて、そういうのも姉妹店とかの方でもちょっと展開していきたいなっていうような感じになります。今アパレルって正直こう入り口が多いとは思うんですよね。だからその分やりたい人の母数ってすごい多いと思うんで、ライバルとかがすごいたくさん多いとは思うんですけど、正直販売員だけできても多分正直生きていけないのかなっていうのは感じてまして、本当接客力とかは非常にいろいろ勉強にはなると思うので大事だとは思うんですけど、接客以外にもいろいろやっぱ語れる部分だったりとか、自分の得意な部分っていうのを伸ばしていくのが大事なのかなとは思いますね。私で言うと昔から絵をやってたので、絵が描けるっていうところの得意っていうのをやっぱ伸ばして、販売以外にも今のようなデザインっていう役職にもつけてますし、うちのスタッフで言えば動画編集するのが得意なスタッフだったりとか、写真を撮るのが得意なスタッフだったりとか、やっぱ見せ方がうまかったりとか、あとはもうフォトショップ、イラストレーションとか、今となっては結構こうファッション業界でも使えて当たり前のようなものとかを、やっぱそういう得意な部分を伸ばしていくことがやっぱ今後大事なのかなっていうのを感じます。やっぱ服好きな方でもどこかこう人と被りたくないって思いつつも一歩踏み出せない人ってたくさんいるかなとは思ってて、そういうのがうちのブランドでは実現できるようにみんな一応ファッションを提案してるような感じなので、本当にやっぱ自分の今思っているもどかしさじゃないですけどっていうのをちょっとこのお店で爆発していただきたいなっていうような感じになりますかね。